どうも漁師3年目のマサルです。ということでついにですね船の購入に動き出しました。ということで今日は船の所有者のダイビングショップのお兄さんに試し乗りをさせてもらってます。にしても見た目黒くて最高だよね。ちなみに漁船っていうよりはレジャー船なんで、これでゴリッゴリの漁とかはできないんですけど、こいつは150馬力のエンジンを積んだモンスター、用途は無限大。あれめちゃくちゃかっこよかったな。350万か、どうしよう。ただ船とでっかい車と船代込みでなんで買い得ではあるんだよな。でも悩むな。これはさすがに人生最大の買い物ですから。まあとはいっても別にすぐ売れるもんじゃないからちゃんと真剣に考えよう。あれからですねしばらく経ちました。私マサル船買うことにしました。いやーね、人生で一番でかい買い物ですけど買うしかないっしょ。そんなこんなで気に入ってしまったので購入の契約をしました。そしてここからもう一手間あります。向かったのは沖永良部島漁協。そう、実は漁船登録しないと船走らせられないんで、漁協でいろんな手続きをしてきました。ちなみに沖永良部島だとちょっとないものがね多すぎて1ヶ月弱ぐらいかかりましたね。そう、実は船を買ってもすぐには漁行けないんですね。そして待つこと1ヶ月。やっと船買ったぞー。どうもマサルです。はい、ということでついにですねこちら船を買いました。でかくないこれこれエンジンですよ。はい、ということでまずは屋根を張っていきましょうか。よし乗ろう。いやーでかいよねこれ。前にダイビング船で使われてたんで、ほらここボンベをここに置けるようになってるんですね。ちなみに去年ね潜水士勉強して潜水士っていう資格を取得して潜水機量免許って言ってボンベを背負って魚突きをする許可もね得てるんで、ボンベもね使える。ちなみにですねこれ33フィートあって14人乗れます。ということでね屋根を張っていきましょう。漁もしたいけど遊びたいもあるんで夢じゃないですか。これを屋根に取り付けていきます。やるぜ。こうか。よし、じゃあこのインシュロックでやります。でも日よけって結構重要ですからね。日光って疲れますから。何もないところから始まった離島移住生活。今では100万人が見てる場所。お金がなくて一から作り上げたキッチン。命がけでしたサバイバル生活。そしてついに新たなステージへ。はい、それではですねいろんなね準備が整ってようやく出港できます。これにね今から乗って、最初はね釣り行きましょう。釣りをやってみたい。行ってきます。いや初の釣りですけどちょっと釣れるかどうか心配ですよね。今日はなんか餌釣り、イカを餌にして何かね釣りに行こうと思います。 GPS もね設置しましたから準備万全です。楽しみやな釣り。実はね船運転できるっていう隠してました。ぶっ飛ばすぜ。結構荒れてるね思ったより。というわけで釣りのポイントまで約30分船を走らせます。にしても船からの景色はまさに絶景。今まで見せれなかった沖永良部島の綺麗さ、これから全てが見れます。それでは今日はこちらイカをね準備しました。めちゃめちゃイカ臭いですね。はい、今日はこれでね釣っていきます。釣りましょう。大物釣ろう。竿折れるぐらいのやつね。釣れなかったら飛び込めばいいしね。回収手段素潜りね。タオル忘れた。オギの T シャツで拭いていい？絶対許さない。ブズもうすげえ流れる。今日は何釣れるかな。多分下当たったと思う。そしてここでいきなりヒット。今釣れた。早っ。めっちゃ早い。もう釣れたんだけどなんか今ビクビク来たよ。でも超軽い。これはなんだ、メダカでもかってんじゃないか。演技する。お、来てる。なんだこれは。ちっちゃい。
マサルチャンネル船購入して1匹目。なんだこれは。モンガラですね。何モンガラやろこれわからんな。イカぐっちょぐちょにしてるこいつ。記念すべき一発目ね。これも唐揚げにしたら美味しいはずなんで食べましょう。才能の塊や。こんなちっちゃいの釣ったからね。逆にちっちゃい方が難しいんじゃない？これは100万再生取れるぞ。あいつ100万再生取ろう。すげえな。こんな一瞬で釣れるんや。次行きましょう。こんなでかい船動かしてあのカワハギ1匹はねちょっと帰れない。何か釣りたいね。お、来たんじゃない？来たと思ったんだけど、いや来てる気がする。竿が硬すぎて来たかどうかが分からん事件が起きてる。もうちょっと柔らかい竿じゃないとさしならなくてなんか面白くないね。なりますよ。白だとかだったらじゃあまたやつが来たってこと？やつかな。今度はリリースできるようにゆっくりあるよ。あれやつも来てない。早かったな。とここでまた当たりが。おこれはかかったんちゃう？来たわ。これでかいぞ。お、でかい。マジこれでかいぞ。魚つきと違ってさ何が釣れてるか分かんないから面白いよね。おおめっちゃいる。上がってきたぞ。何またカワハギに見えるんだけど。いや違う、タキベラじゃない？来た。よいしょー、来ました。タキベラいいね。こんなすぐ釣れるんだね。魚つきあんなに大変なのに。2匹目釣れるとおもろいな。一回ワカサギの釣り堀に行って3時間釣れなくて、俺釣りって面白くないもんなんだなと思ってて、ちゃんとやれば釣れるもんやな。陸ついてるぞ。でかい。やばい。来た。やばいでっか。うおめっちゃこれやばい。来たぞ。めっちゃ行く。なんや何これ。白鯛か。白鯛や。かわいいサイズやな。こんなちっちゃいやつであんな引くの。今超大物感じあったけど意外とちっちゃいぞ。なんか恥ずかしくなってきたんだけど。初魚種じゃないマサルチャンネル。白鯛つけないもんね。もうちょいでかいの釣りたいとこやな。でももしかしたら超でかいのかかる可能性あるからね。餌釣りって多分糸切れるけど、やっぱなんか曽根とかがあるんだろうね。魚が集まってる場所が。そこにちゃんとピンポイントで落とさないと釣れないんだろうね。釣れる時と釣れない時の差が激しいわ。来た。多分来てると思う。ちっちゃいかも。優しくゆっくり巻き上げよう。リリースしよう。お、上がってきたぞ。あれ2匹かかってる。赤旗とアザ旗だ。違う、虹旗だ。これは可愛いサイズやな。赤旗と虹旗2匹もかかってた。虹旗は結局大きくならないね。まあこんなもんですよね。ここにヒジキムシついてるわ。寄生虫。こいつはちっちゃいんでリリースですね。コクハーラ来てほしいな。コクハーラ来い。来たぞ。なんや夜光貝とかかな。だって何の引きもないんだもん。今度はなんだ旗系なんじゃない？旗系って浮力調整がさ下手くそだから、ちょっと上がったらもう引かなくなるもんね。赤旗や。でかいぞ赤旗。案外でかい。赤旗や。旗当たってた。魚つきでも旗ってもう浮力調整下手くそだから最初引き上げればなんとかなるんですよね。同じやね。いいサイズじゃん。釣れました赤旗。結構いいペースで釣れるね。もう早いもんで時間的にもねラストとなりました。ラストでなんかかけたいね。赤人とか来てほしい。当たったぞ。いるぞ。何どっちだこれ。何今のやばかったぞ。今の切れた。今根がかりじゃなかったもんね。切られることとかあるんや。なんだ今のすごいな。最後ねラスト悔しい。今とんでもないのかかったんでもう一発いきましょう。やばかったな今のは。やばいぞここ。とんでもないのがいるぞ。ちょっとこれ釣れたら激アツやな。格闘で日が暮れるかもね。そして最後まさかの当たりが。来た。なんだこれ。最初の引きだけ強かったぞ。また旗じゃないか。重い 200g ぐらいあるかも。何が釣れてるんや。最後やぞこいつ。最後の最後はなんや赤旗や。 200g 正解。ラストは赤旗か。いいね赤旗。普段こういう魚取らないもんね。よっしゃ帰りましょう。最初としては結構上々なんじゃないか。意外と釣れたね。普段ああいう赤旗みたいな魚つかないからアクアパッツァ作りたいね。結構海荒れてる。伝わんないんだろうな。戻ってきたぜ。さて初の釣りを終えようやく戻ってきました。いや釣れたね。いい感じや。よいしょ。
初めての釣りにしては結構釣れたんじゃない？てかこんな釣れると思ってなかった、最初からポイントもさ結構適当に選んでこの辺が釣れるんじゃないぐらいの感じでいって釣れてるから、ちゃんとポイントとか絞ったら本当にちゃんと量としてもできそうだね。いやー嬉しいわ。まあ赤旗と変なカワハギは僕が食べて、あとはね競りに出します。じゃあね家に帰ってね調理していきましょう。はい、それではね、戻ってまいりました。ということで今日はですね、自分で買った船初めてのね、漁獲ということで、やっぱりね、水中銃だと、ある程度よりの大きい魚しか取らないんですけども、丸々1匹でね、使えるような魚が取れたんで、もう俺は正直悩んだ。丸々素揚げにしてするか悩んだんですけども、今日はですね、アクアパッツァ、こんなね、おしゃれ料理をね、作ってみようかなと思います。ということで、まずは観察していきましょう。こちらが本日釣れたお魚ですね。で、この魚調べてみたところ、おそらくメガネハギだと思います。この口の黄色いところが特徴的なんで、この黄色いのがあるのはメガネハギしかいなかった。まあ多分ね動画上だとねわかんないと思うんですけど、結構ね皮がね硬めです。そしてこちらが赤旗ですね。で赤旗って大きいやつだとねだいたい50センチぐらいになったりするんですけど、島の赤旗はねもう本当にね最大でねこのぐらいにしかならないんですよね。なんでこれ以上大きくならないのかわかんないです。謎ですね。ちなみにこちらの赤旗ですね、島では別にそんな高い魚じゃないんですけど、一般的にはね高級魚として扱われてて旗の仲間ですね。味がいいと言われておりますが、沖永良部島の赤旗はどうなんでしょう。ただね淡白な魚なんで、おそらくアクアパッツァとめちゃくちゃ合うはず。それでは早速さばいていきましょう。なんか久しぶりにさばきやすい魚さばいてる気がする。まず鱗取りからですね。うわ鱗も取りやすい。で今回ね船買って思ったのは、マジで漁師になるってめちゃめちゃ金かかる。いろいろとね漁師が減ってる理由とかがね論じられてたりするんですけども、結局初期費用が高すぎるっていうのがねもうほんとそうだと思う。それこそ俺は YouTube があるからなんとかね今回船買ってますけども、これをさ例えば10代の時に漁師始めますって言って、じゃあ何百万の船買って何百万の巻き取り機買ってで何十万の GPS 買ってでようやくそっから漁始められますよみたいな、無理やん。やっぱね親が漁師でもない限りさ結構厳しいよね。やっぱ誰かの元で修行してなんとかそれ船を引退する際にね譲ってもらうみたいな感じじゃないと、気持ちだけでその金額用意して自分で始めるのはやっぱ難しいのかなって。はい、それではね言うてる間に鱗落とし終わりました。綺麗にしていきましょう。はい、そしたら次内臓とエラをね落としていきます。今日はねさばく魚が簡単なんで雑談多めにねいきます。であとね船買って何が大変だったかっていうと、島って船大工がいないんでもう GPS とか自分で取り付けるんですよ。で船はね FRP っていう素材でできてるんですけど、 FRP はどうやって穴を開けていいんだろうとか、で本当に穴開けて大丈夫なのかなとかね勉強しなきゃいけなくて、それがねちょっと大変ではありましたよね。とにかくね何が言いたいかっていうと、漁師でちゃんと船を動かしてやってる人たちってもうね本当にすごいね努力してきたんだと思う。ちゃんと漁ができるまで準備整えるのってもう本当にねすごい根気のいることだし、実はね網とかもう何百万とかしたりするのだから何気なく漁をやってるように見えて、とんでもないギャンブルしてるんだ漁師の人たちって。何百万の船何百万の網を自己資金で買って、それでさ人生と命かけて魚取ってんだよ。やっぱね漁師の人ね改めてすごいなと思いましたね。はい、網を使った漁とかね今はもうまだできるイメージができない。なのでね皆さんねぜひ魚スーパーで見かけたらね買ってください。そしたらね漁師の人たちも儲かるんで、今はねやっぱね渋いですから、コロナのせいで魚がねもうね値段下がってますからね。真面目な話ばっかしてんな俺。じゃあラストメガネハギどうさばこうか。さてそれでは頭を落としていきましょう。皮が硬い。本当に入らん。これね想像以上に皮硬いです。諦めてハサミでいきましょう。結構ね硬い魚でも大抵ね枝切りバサミでなんとかなります。じゃあ皮に切り込み入れていきます。大抵こういう魚皮の裏側から包丁入れると包丁入ります。でかつヒレのキワッキワのところは皮が薄いんで包丁が入りやすいです。じゃあ反対側。で構造としてはカワハギに近いんで、こうやってビリッと皮剥げます。剥げたね。 OK。 さばいたことない魚でもですね構造は一緒ですからね。はい、そしたらですね血合いを落としていきましょう。
はい、それではですね、下処理が終わったんですけども、唐揚げが食べたくなりました。全部アクアパッツァにする予定だったんですけど、このちっちゃい赤旗唐揚げにします。ということでアクアパッツァを作っていきましょうか。それではですね、こちらオリーブオイル、塩、あさり、魚、パセリ、ニンニク、ミニトマト、こちらを使ってねやっていきます。でまず魚の下処理からやっていきましょう。塩で下味をつけていくだけなんですけど、塩かけたらね余分な臭みも抜けていきますからね。で塩したら10分ぐらい置いていきます。でその間に野菜をね切っていきましょう。でまずパセリをね刻んでいきます。でニンニクはまあ1かけでいいでしょう。でトマトは半分に切っていきます。でニンニク潰すの忘れた。ニンニクは潰していきます。こんな感じ。 OK。 はい、そうこうしてる間に赤旗の表面も水が出てきましたね。でこの水分拭き取っていきます。だいぶ出てるね。やっぱね意外とねこういうひと手間で味変わるんですよね。サバイバル中とかほんとこういうひと手間ができないんで、ちゃんとね毎回臭いから。はい、それではですね具材が出そうったところで早速調理に移っていきましょう。セット。まずはオリーブオイルから。お、見なかったことにしよう。でここで赤旗を焼いていきます。絶妙にでかいな。ちょいはみ出してるわ。オッケー。みんな衝撃的な事実に気づいてしまった。 YouTube でフライ返し使ったことないからフライ返しがないけど、これはある。なんで料理 YouTuber なのにフライ返しがないです。よいしょー。いい感じだな。これ絶対うまいと。おいおいにしよう。はい、それではねある程度焼けましたんで取り出していきますか。カメラ動かすのむず。これ右手、うわ落ちそう、怖い。お、いけたいけた。はい。でこの残った油は拭いてソースを作っていきます。オリーブオイルでここに潰したニンニクです。でまあある程度火を入れていきます。じゃあニンニクにある程度火が入ったんであさりをぶち込む。でパセリもぶち込むと。でここに水を入れていきます。明らかにオリーブオイルが少ないな。でトマト。そしたらスープができました。でここに赤旗たちをぶち込んでいきます。で赤旗ね意外と脆くない。こんぐらいで扱っても大丈夫だった。でメガネ針でね、多分ねあさりもともと茹でてあったんで塩味が薄いはずで、あとは赤旗に火が通るのを待つだけ。もういいかな。おおいいね。めちゃくちゃ濃厚なスープなってるやん。初アクアパッツァ一応味見しとくわ、怖いから。うまっ、完璧や。じゃあ皆さんお忘れじゃないでしょうか。ラストこちらミニ赤旗素揚げにしていきます。もう素揚げなんで何もつけないで。まだ早いかな。あ早いな。いやまだかな。まだ早いな。もうやろう。よしいいんじゃないか。でもこれカリッカリに揚げたいな。しっかり低温でカリッカリになるまで揚げようか。まあいいでしょう。完成です。はい、それではですね完成しました。いただきます。これはもう絶対うまいでしょ。アクアパッツァからいきます。うまっ。アクアパッツァってこんなうまいんや。島だとねアクアパッツァを食べれるようなイタリアンがないんですけど、自分で作ればいいんや。なるほど。めちゃめちゃうまいわ。赤旗自体はすごいね身がホロホロで、スープとねよく絡む。でめちゃめちゃね出汁がね出てるんですよスープに。マジでうまいです。じゃあメガネハギもね食べてみましょう。
なるほど。でメガネハギはねマジで割とカワハギっぽいです。風味も食感もカワハギ、全然美味しいですね。食感だけで言えばメガネハギの方がアクアパッツァに合うね。これめちゃめちゃうまいわ。ちゃんと自分で船買ってよかったわ。これが食えるんやもん。それにしてはお金かけすぎやけど、やっぱね自分で一からやって取れたのは感慨深いよね。じゃあ赤旗の唐揚げ、こちらもねいきましょう。なんか丸まんまのさ唐揚げってテンション上がらない？俺だけ？いただきます。めっちゃうまいわ。アクアパッツァみたいなちゃんと手の込んだ料理ももちろんうまいけど、もうね魚ってこんなんでもいいんよ。これ頭食えんかな？無理かな？ちょっと硬すぎるな。食えるけど。てか赤旗の素揚げめっちゃうまいわ。びっくりした。はい、それではごちそうさまでした。マサルチャンネル始めて、実は5年ぐらい経ってね、ようやくね魚をイタリアンで料理してみたんですけど、イタリアンと魚の相性ってこんなにいいんだね。びっくりした。今日はですねただの餌釣りだったんですけど、これからですねいろんな量を覚えていろんなね魚を取れるように、やっていこうかなと思っておりますのでね、そちらもねぜひぜひご期待ください。やっぱり船があればもう本当にね世界広がりますから、普段あれ出て入れないところに素潜り入れるようにもなるし、あとボンベを担いで魚釣りをできるようにもなる。であと深海魚も釣れるんですよ。それとか他にもねマグロとかもね取れるんですよ。これからねもう本当にね楽しみなことばっかりなんですけども、いろいろと情報を勉強してねやっていこうと思っておりますので、皆さんねぜひぜひご期待ください。ということでですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは。